あなたは浮かれた群衆に取り囲まれ、四方八方から襲われる恐怖を想像できますか？ 2015 年12月31日、ドイツノルトラインベストファーレン州ケルン。カウントダウン楽しみね。ケルン中央駅のホームで隣を歩くボーイフレンドに無邪気に笑いかけた女性。ああ、人が多いだろうからしっかり手を握っててね。優しく語りかけたボーイフレンドのその言葉に、彼女はその手をぎゅっと握り返します。世界最大のゴシック建築ケルン大聖堂前でのカウントダウンは2人にとってかけがえのない思い出になるはず。女性はこの後彼のその手を離さざるを得ない状況になるなど予想だにしていませんでした。なんだか今日は外国人が多いみたい。駅のホームを出ると同時にそうやって街の雰囲気に違和感を覚えた女性。大晦日に大聖堂前がごった返しているのはいつものこと。しかし異様だったのは、そこに集まっていた男たちがいやらしい視線をこちらへ向けていることでした。そう、この日そこに集まっていた約1000人の群衆はそのほとんどが性犯罪者だったんです。大晦日の夜、女性に襲いかかった1000人もの性犯罪者たち。なぜ誰もが待ち望んだニューイヤーイベントが地獄と化したのか。男たちを暴走させたやり場のないフラストレーションとは。おざす。寝ても覚めてもルナのことばっかり。ケンちゃんです。やみこです。同心プラ挨拶私も。素敵ですよね。ほんとね、ヤミコさんとルナをね、愛してます、僕もね、世界一幸せな男。いや、違うな、それは。宇宙一です。あ、宇宙。はい。大正解。本日ご紹介するのは、大晦日にドイツのケルンで起こった驚愕の事件。この事件はですね、街に集結した1000人が大晦日の祭りに乗じて通りがかりのね、女性を次々に襲うというね、とんでもない事件なんです。すっごい偏見言っちゃうけど、そういうやつに限って一人では何にもできないのに集団になるといきなりさ、群れないとね、ダメみたいなね。本当に許せない。もう腹立ってきたわよ。1000人の男が寄ってたかってそんなことするってどんだけ治安が悪い街なのそこは。まあ、ケルンはね、僕も行ったことあるんですけど、決してね、治安が悪い場所じゃなかったんですよね。じゃあなんで？この年はね、少し事情が違ったみたいなんです。狂気の夜。2015年12月31日、ドイツノルトラインベストファーレン州ケルン。今年もあと数時間で終わるね。ああ、年越しのタイミングで来られて本当に良かったね。仲睦まじく手をつなぎ、ケルン中央駅から姿を現した一組のカップル。2人はケルン大聖堂前で行われるカウントダウンへ参加しにやってきていました。花火や爆竹を鳴らし、シャンパンで乾杯しながら新年を迎える。そんな大聖堂前の一大イベントに胸を躍らせながら、2人は今か今かとその時を待ち望んでいたんです。しかし人が増えてきたけど、なんか変じゃない？みんな外国人みたい。女性はその場に集まっている若者たちにどこか違和感を覚えていました。なぜならその顔ぶれには純粋なドイツ人が一人もいないように見えたから。そしてその違和感の正体はこの後すぐに明らかになるんです。突然女性へ向けて酒瓶を投げつけた一人の男。すると周囲にいたその他の男たちもカップル2人に向け爆竹を投げつけるなど信じられない行動に出始めたんです。何するの？こっちに来ないで。2人は必死に男たちに抵抗しますが、彼らには英語が通じていない様子。男たちはそのままの勢いで女性を抱きしめたりキスをしたりな嫌がらせを繰り返します。やめろやめろ。ボーイフレンドの男性は止めに入ろうとしますが、群衆のあらゆる方向から無数に手が伸ばされ、もはや誰が女性を触っているのかもわからない状態。そう、今この場で行われているのは大晦日の人混みに乗じた女性狩りでした。この日ケルン大聖堂前に集結していたのはモロッコやアルジェリアなど北アフリカからやってきた難民たち。アラビア語で「したい殺すぞ」などと書かれた紙を広げ、ドイツ人女性に詰め寄る男たちで通りは溢れていました。その場で下着を剥ぎ取られ悲痛に泣き叫ぶ10代20代の女性たち。バッグやスマホをひったくられる強盗被害も数えきれないほどになっていました。何これ？計画的にやってない？なんかドイツ人女性とかに恨みでも何かある人たちの犯行なのかしらこれ。まあそれもね気になるんですけれども、まあさらにね悲しいのが当日のね、警察の対応がねずさんなことだったんです。警察。イレギュラーな事態に襲われた彼らの対応は到底ね市民の人々が許せるようなものではなかったんです。隠蔽された事件。2015年12月31日、その日は大晦日ということもあり、ケルン大聖堂の周辺にも150人の警察が配備されていました。しかし移民たちが騒々しいが、これはどうにもならないな。ああ、誰が誰だかわからないしな。そう、1000人もの男たちが女性を取り囲んで襲うその状況に彼らは全く対応できていませんでした。
警察本部からは応援の派遣が必要かと問い合わせもあったといいますが、現場の指揮官はなぜか応援要請もせず、警察も夜11時35分からは群衆の排除に乗り出しますが、それでも男たちの勢いは止められず、その場にいた婦人警官までもが襲われる騒ぎになりながら、結局朝まで犯行が行われ続けたんです。酒を飲み酩酊状態となった男たちは駅構内にも侵入、至る所で放尿嘔吐を繰り返し、もはや収拾のつかない状態に。こうして迎えた1月1日の朝、警察に届けられた被害は約50件。その声は1月10日まで増え続け、最終的に516人もの女性が被害に遭っていたことが判明。事態を深刻化させてしまった警察の責任は重く、ここからどのような対応が取られるかにも注目が集まりました。しかしそんな状況下でケルン市警は次のような声明を発表するんです。12月31日、ケルンの街は至って平和でした。なんでそんな見えすいた嘘みたいなことつくわけ？どこを見て平和なんて言えるのよ、この人たち。何かに配慮してんじゃない？隠そうとしてんじゃないの？実はね、この年のね、ドイツの情勢的に、警察はね、今回の事件に触れづらいっていうね、事情があったんですよ。やっぱり？実は2015年の大晦日、ドイツで多数の性被害が出ていたのはケルンの街だけではありませんでした。例えばドイツ北部のハンブルクでも大晦日に性被害を受けた女性の数は400人以上。その他フランクフルト、デュッセルドルフなどの大都市でも60件から100件近い性被害が報告されていました。被害女性の証言によれば、その犯人は全員がアラブ系の風貌をした黒髪の外国人。ケルンの事件でも容疑者として挙げられたのは難民申請者や不法滞在者ばかりでした。難民がこれほどの騒ぎを起こすのはドイツ始まって以来のこと。実はこれらの事件にはこの年に行われたある政策が大きく関わっていました。そうした政治的側面から警察も安易には触れられない状況にあったんです。ある政策ってのがもしかして難民に関するものってこと？そうなんです。うん2015年にですね、うんドイツは多数の難民をね、受け入れるっていうことをね、したんですよ。異国でね、阻害されたね、難民の方々を、大多数をね、こう迎え入れたっていうことが、今回のね、事件の発端になってしまったんです。絶賛された国。2015年、当時のドイツのメルケル首相は国家の情勢を一変させるある政策を実施しました。それは北アフリカ、中東の国々を中心にした約110万人の難民受け入れ。2013年の17万人、2014年の20万人に対し、これはあまりにも大幅な方針変更でした。北アフリカ、中東の難民問題が長期化する中、多くの EU 加盟国は難民流入に拒否反応を見せていました。そんな中でドイツだけは難民居住区の整備、難民申請機関の生活費支給などを積極的に実施。当時メルケル首相は難民の受け入れがドイツの国益につながると信じていたんです。ドイツが多くの外国人にとって希望の国になっていることが嬉しいです。これは私たちの国の歴史観にとってとても価値あることなんです。ドイツは2003年の労働市場改革以降、世界的に見ても目覚ましい景気回復を遂げてきた国。失業率も約 5% と低く、多くの企業が人手を欲している状況。その状況で難民を多く受け入れ、仕事を斡旋することはドイツの経済をさらに後押しするきっかけになると考えられていたんです。またドイツにはナチス時代の悲しい歴史から迫害された難民の受け入れに自責の念を持つ国民が少なくありません。そのため難民支援のボランティアも活発で、その姿勢は国外からも絶賛されていたんです。ようこそドイツへ。ミュンヘンの街に続々と到着するアフリカからの難民を拍手で迎え入れる市民たち。難民を歓迎する文化は世界の希望の架け橋となる。この時はまだメルケル首相のそのビジョンに賛同する国民も多数いたことでしょう。国の過去のね、過ち受け入れて自分たちの問題だって捉え直して難民受け入れますっていうこと自体、それだけ聞くとそれはすごい素敵なことじゃない？そうですね。どうにもこうにも行き場のない困っている人々に手を差し伸べるってことは、確かにね、素晴らしいことではあるんですよね。ただね、このアフリカやね、中東のね、難民問題っていうのは、ただ受け入れますよって言ってね、じゃあもう全員ハッピーかっていうとね、そんな簡単な問題じゃないんですよ。というわけでね、本日のメトラーキーワード、アフリカの難民問題について。アフリカでは今も各地で紛争が頻発しており、2022年時点で難民の数は1億840万人を超えるとされています。その理由は近代までヨーロッパの植民地となっていたために政治経済が不安定なこと、石油や天然ガスなど豊富な資源を有するため権利をめぐっての争いが起きやすいことなど、そしてヨーロッパの多くの国々が難民の受け入れに難色を示すのは治安の悪化を懸念してのこと。難民の人々の多くは衣食住も十分に得られない難民キャンプでの生活を通し、多大なフラストレーションを抱えています。さら
らにヨーロッパなどの先進国へ移住したとしても、言語や文化の壁、医療や就労許可の問題からすぐに安定した生活を手に入れられるわけではないんです。そうした葛藤の行き着く先として犯罪につながってしまうケースは少なくないんです。また大晦日に暴行事件が起こってしまった背景には、こうした難民特有の葛藤のほか、ドイツ人と難民の価値観の違いも大きく関係していました。2015年12月31日の夜、男たちは SNS で連絡を取り合い、ケルン大聖堂前へ集結していた。彼らは徐々に人通りが増え始めた街を眺めながらニヤニヤと笑みを浮かべている。噂通りいっぱいいるな。あんな格好で歩いてるな。触ってくれって言ってるようなもんだろ。そう、この日大聖堂前に多くの女性が行き来することを知っていた彼らの目的は最初から決まっていた。獲物を狙う視線を向ける彼らを前に、被害が出るのはもはや時間の問題だった。やめて、触らないで。四方八方から伸ばされる男たちの手に必死で抵抗する女性。フェッケフェッケ。男たちは性行為を表すスラングを叫び、もみくちゃになりながら彼女の体に触れようとする。そして、何してる、彼女を離しなさい。駆けつけた警察官は女性から男たちを引き離そうとするが、その中で男のうちの一人が言い放った言葉に耳を疑った。悪いのは俺たちじゃなくて、裸で外を歩いてるこいつらだろうが。中東北アフリカからやってきた男性から見れば、薄着で外を出歩く西洋人の女性はもはや裸同然。香水の香りを漂わせ、知らない男性に挨拶をする女性も彼らが暮らしていたアラブ世界には存在しません。そう、彼らからすればドイツの女性たちの振る舞いは自分から触ってくれと言っているようなもの。110万人もの難民受け入れは、そうしたドイツ人と難民との価値観の衝突を招くものでもあったんです。犯人たちの言い分は絶対許されるものではないんだけど、にしてもこの時のドイツって治安が悪い国に行くようなのとに相当するぐらい危険な状態だったってことよね。そもそも育った国が違うわけですから、文化的背景だったりね、価値観の違いっていうのがあるわけじゃないですか。ただこれってね、事件が起こるずっと前から言われてたことでもあるんですよ。まあそうなんだ。先ほども説明したように、多くの EU 加盟国が難民受け入れに拒否反応を示していたのは治安の悪化を懸念してのこと。例えば2015年、スウェーデンは約16万人の難民受け入れを実施。結果、その年の8月に行われた野外音楽フェスで男性が女性を取り囲んでの暴行事件が起こっています。2015年10月にはドイツでも難民受け入れに反対の声が多く上がり、後のケルン市長ヘンリエッテ・レーカー氏の暗殺未遂事件が勃発するほど、110万人もの難民を受け入れようとする国の姿勢に国民が不安を抱いていることは誰の目にも明白でした。しかしレーカー氏はこの一件について次のように言及。難民が事件の背景になっていると決めつけるのは不適切なことです。そう、警察が大晦日は平和だったと発表したように、ドイツにおいて難民受け入れを問題視する発言はタブー。ナチス時代のトラウマから警察も政治家も安易に難民問題に触れることはできなかったんです。大晦日をね、迎える前になんかそういう騒ぎが起こってたんだとしたら、それを前もって対策は打てたはずよね。確かにね、デリケートな問題なんですけれど、難民を何とかして受け入れて、その結果自国民がね、犯罪被害に遭ってしまうっていうことであれば、なんか政策としてはなんか元も子もないような話なんですよ、これ。2016年1月5日、犯行現場のケルン大聖堂では女性約300人が難民受け入れ反対の抗議デモを実施。翌週に行われたドイツ公共放送連盟の調査では、国民の 61% が難民受け入れを制限すべきだと回答しました。これを受け、ハイコマース法務大臣は一連の事件に関与した難民申請者の強制送還を決定。警察官の増員や監視カメラの増設が進められ、公共の場の治安に細心の注意が払われるようになりました。難民の大幅な受け入れを推し進めたメルケル首相は、政策失敗の責任から党首を辞任。過去の悲劇に学び、迫害された難民を歓迎してきたドイツの文化は、こうしてまた大きな変革の時を迎えることになったんです。事件についてあるドイツ人記者は次のように考えを述べました。北アフリカやアラブ諸国では、公共交通機関などで男性が女性の体を触る性犯罪は日常茶飯事に起こっています。ケルンの事件はアラブ世界で毎日起きていることが場所を変えて起きたに過ぎません。アラブ世界で日夜紛争にさらされる人々の心はそれほどすさんでしまっているとでも言うのでしょうか。はい、というわけでね、今年もね、アルゴメトリー、これで最後の動画なんですけども。早い、2023年。スタジオも移転したりとかさ、ね、いろいろあったり。今年もいろんなことがありました。今年もね、メトラーの皆さんの支えもあって、ライブ配信とかもね、新規の挑戦でやってね、すっごいたくさんの人に毎週見てもらってね、本当にやってよかったなと思うんですけど、セルフ清水寺ということで、今年を漢字一文字で例えたんですけどね。いきなりちょっと聞かされてないんですけど。やって、ちょっとその理由も含めてね。先にちょっと取っちゃおうかしら。今年は、生。
生はい。じゃあ、なんでいや、まあ生って言ったのはね、生配信とかやっぱりまあ一個の大きなチャレンジとしてあったじゃない。今年一番今までと違うところで言ったら、生の私たちと触れ合ったってところはかなりちょっと今年一年アルゴメトリとしては大きかったと思うので、来年はね、もっともっと生の私たちを知ってほしいところではあるんですが、ちょっと今年一番大きな変化として生ってところを私は挙げさせていただきました。いや、ありがとうございます。なんか、やばいやつじゃなくてよかったです。はい。何を想像してらっしゃった、じゃあ僕はなんですけど、もう今年こそまさに好きだったなと思いまして、あるもとかもそうなんですけど、私生活も含めてで、千葉はね、ルナちゃんをね、迎え入れたってことで、ルナの由来って月に由来するんですけど、そもそもアルゴとかね、他のチャンネル含めて月がね、こう裏テーマであってですね、この画面にも左下かな出てるじゃないですか。そんぐらい月好きなんですけど、今ルナが来てくれてね、まあ、アルゴの、ある意味3人目ではあるんで、ちょっと今年はね、そんな仲間も増えてね、来年以降頑張りたいなと思っております。はい。はい、というわけでね、年内最後の動画なんですけれども、メトラの皆様、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。またねー。